おはようございます。クックパッド株式会社でフルタイム Ruby コミッターとして、業務として Ruby の開発をしている遠藤祐介と言います。Ruby は今年の12月に新しいメジャーバージョンである Ruby3 をリリースする予定です。この発表では Ruby3 の目玉機能の一つである静的型解析について、特に自分が取り組んでいる、いわゆる型推論と言われる機能についてご説明します。よろしくお願いします。Ruby3 の静的解析が目指すのは Ruby のプログラミングを簡単にすることです。具体的には、例えばこんな風に、42プラスストリングのような、型エラーを実行する前に発見して指摘することや、42.ti って書いたら、タイムズのブロックを書きたいんじゃないのかっていうふうに、ID で提案するとか、あとは、メソッドのドキュメントを表示するというようなことを、支援していくというのが最終的な目標になっています。で、Ruby3 の、チャレンジングなところは、これをコードの中にタイプアノテーションを書かないという前提で達成しようとしているところです。この最終的な目標の達成を目指して、Ruby3 は型に関して3つのアイテムを提供する予定です。1つ目は RBS と言われるタイプシグネチャーフォーマットです。これは、Ruby のコードに対して型情報を、外から与える、ちょっとした、Ruby とは別の言語になっています。で2つ目のアイテムは、注釈のない Ruby のコードから RBS のプロタイプを生成する、いわゆる型推論と言われる機能です。これは、この発表で詳しく説明していきます。で3つ目は、タイプチェック。RBS で書かれた記述と RB の記述が整合していることを型検査する機能です。Ruby3 は、1と2をバンドルする予定で今は進んでいます。これらのアイテムによって Ruby3 の開発体験をどのようにしたいと考えているかを説明します。まず、自分は基本的にその API を説明する .rbs をバンドルするということを想定しています。アプリケーションに関しては .rbs を手書きする必要はなくて、ライブラリの .rbs とアプリケーションの .rb から、アプリケーションの .rbs のプロタイプを生成するということを考えています。.rbs を直接手書きしたい人もいるということは想定していて、そういう人は直接手書きすることも大丈夫です。これが型推論と型チェッカーが独立したものになっている理由の一つになっています。で、アプリケーションの .rbs を用意したら、それと .rb を入力して、型検査を行う。.rb と .rbs の間の整合性を検査することができます。で、現在開発されている、ソルベとスティープはどちらも、ランゲージサーバープロトコルのサーバーとして動くようにもなっているので、これらを使うことで、先ほどのような ID のような体験を実現することができると考えています。.rbs はこれら以外にも他の、ことを可能にすると考えています。例えば、静的ではなく動的な型検査というのも、Ruby のコードを、堅牢に走らせるためには、例えばテスト時とかには、便利なのではないかということで、試験的な開発が行われていたりします。さらに、いわゆるルボコのような、リンター、コードフォーマッターが、今は基本的にコードの字面だけを使って、改善提案をしたりしていますが、型情報を使うことで、さらに踏み込んだ提案もできるようになるのではないかというのを考えていて、すでにちょっと取り組み始めているような人がいたりします。他にも、例えば RubyMine とか Tab9 とか、IDE が、.rbs の情報を使うことで、より便利に、より便利な開発体験を提供するのに、役立つのではないかというふうに考えています。はい。で、この発表では、この中のタイプインファレンスについて、説明をしていきます。ということで、発表のアジェンダです。まず、タイププロファイラーがどういうものかについてざっと説明します。それからタイププロファイラーのデモをいくつか説明して、タイププロファイラーをどのように使うことを想定しているかという話をします。で、最後に、ここまで、どこまでできているかと、この先のプランを説明します。型プロファイラは、アブストラクトインタープリテーションと呼ばれるコード解析技術をベースにしたツールになっています。ここで言うアブストラクトインタープリテーションとは、アブストラクト、抽象的に、この場合は型レベルで、Ruby のコードをインタープリート、解釈実行するという意味になっています。例えば、この5行の Ruby コードを考えると、一番最後のfoo というメソッド呼び出が42を渡しているので、普通だったら42っていうインテジャーのオブジェクトを渡しますが、
タイププロファイルの中ではインテジャーという情報だけを伝えます。42という具体的な情報は伝えません。でその中で実行していくと、インテジャーの 2s を呼ぶので、何かしらのストリングを返すという情報を抽象化して、返します。で、これらをざーっと、実行していくことで、foo というメソッドはインテジャーを受け取った。で、さらにストリングを返したという情報が、イベントが発生するので、これらの情報を集めて、RBS のようなスタイルで出力するようなツールになっています。いきなり脱線しますが、どうして型プロファイラーという名前なのかというのはたまに聞かれます。これは単に歴史的な理由になっています。タイプロファイラーの最初のバージョンは、今のような静定解析ではなくて、Ruby のコードを実際に実行して、どういう方が渡されたか、リターンされたかというのを観測する、実際にプロファイリングをするようなツールだったからです。で今となっては、あんまり意味がある名前ではなくて、むしろ普通のプロファイラー、スタックプロフのような、ボトルネックを探すプロファイラーとややこしい名前になってしまっているので、ちょっとこの名前変えようかなと思っています。なので、名前募集したいと思っています。もしいい名前があれば、提案していただければ、いいなと思っています。他の静定解析のツールが S で全部始まるので、これも S で始まるのがいいのかなというふうに思っています。型プロファイラーは普通の型システムとは結構違うアプローチを取ったものになっています。その違いと理由を簡単に説明しておきます。一番大きな違いは、普通の型システムはイントラプロシージャル、つまりメソッド単位での解析を基本としています。この方法だと、メソッドのパラメータ、仮引数に型注釈がないと、うまく扱えないという問題が、あります。これが典型例で、引数に対して .foo というメソッドを呼んでいるんだけれども、X は一体どういうものなのかはわからないと。でこれが特に問題になるのは、.foo というメソッドをいろんな関係ないクラスで定義している場合に問題になりがちです。この問題に対する解決はいくつかあります。代表的なのは、メソッドの引数については、ユーザーに型注釈を書かせることにするというものです。TypeScript とか Python の型ヒントなど、多くの言語が採用するアプローチですが、Ruby は、設計者の松本さんの、判断によって、これを極力避けるという制約のもとで考えているので、この方法を採用することはやめました。で2つ目は、ML や Haskell が採用している、いわゆる普通の型推論です。引数がメソッド内でどのように使われているかというのを調べて型を特定するということをします。しかし、そのために、結構厳しい制約が課されたり、もしくは、特定された型が、保守的すぎて不便だったりすることが往々にしてあります。実際、今、型検査キーの STEEP を開発している宗太郎さんは以前、このアプローチにトライしていたんですけれども、すでにたくさんある Ruby コードに適用するのは難しすぎるということが判明しています。そこで今回、型プロファイラーが採用したのは、メソッド単位で解析するというのを諦めて、メソッドをまたがった解析をするというアプローチになっています。これによって、より強力な解析ができることは、明らかで、研究も結構されているアプローチなのですが、問題として解析がすごく遅くなってしまったり、もしくは解析をうまく制御するのがなかなか難しくて、あまり前例がないので、非常にチャレンジングなんですが、今回チャレンジしてみているという感じです。型プロファイラーの設計と実装については、理論的な問題から、実用上の問題まで、話し出すと本当にキリがないぐらいたくさんの問題があって、今まで、結構いろんな会議とかで発表させてもらってきてるんですけども、本当にキリがないので、今回はざっくり割愛して、デモの方をお見せしたいというふうに思います。ということで、デモの紹介に行きたいと思います。一つ目のデモは AO.RB と言われる簡単なプログラムに型プロファイラーを適用した例になります。このプログラムは右の図のような絵を出力する 3D レンダラーのプログラムになっています。300キロ程度のコードです。型プロファイラーをこれに適用すると、1秒未満で結果が出力されます。これは型プロファイラーを AO.RB に適用して出てきた出力の一部を抜粋したものになっています。クラスベックっていうもの、クラスのシグネチャーになってて、XYZ っていうフロートのフィールドを持っていることから、3D ベクトルの、クラスだと思います。下の方には、ベクトル演算のメソッドが並んでいます。このデモ自体は以前の Ruby3 サミットとかっていう発表の場で、ご紹介したこともあるんですけども、ちょっとした更新として、以前はインスタンス変数と、
セッター、ゲッターをそれぞれメソッドとして表示してたんですが、アトルアクセッサーとしてまとめて表示するようにしたというのは、ちょっとした改善が、進捗だったりします。これは他のところを、切り出した例になっていて、クラススフィアはさっきの、レンダリングする対象のモデルだと思います。センターとかラディアスとかがあると。こっちもアトルリーダーにまとめて出すようになっています。ちょっとした、これもコスメティックのところですけども、ベックハテナっていう形で、オプショナルタイプを表現するようにしています。以前はベックは、ニルクラスっていう、ちょっと冗長な表記になっていました。下の方のアイセクトも、ちょっとした改善があって、以前はトゥルークラス or フォルスクラスっていう冗長な表記だったのをブールっていう、ビルトインのエイリアスで表現するように改善しました。2つ目のデモはもう少しリアルワールドなプログラムの例になっています。グッドチェックって言われるプロジェクトで、いろいろカスタマイズができる Ruby のリンターだそうです。2000行程度のプログラムになっています。これを開発したのは、スティープを開発している宗太郎さんで、一番特徴的なのは、このプロジェクトはすでに .rbs を手書きしたものが、添付されているというのが特徴になっています。なので、タイププロファイラーによって推定した結果と、手書きをしたプログラマーの、意図が直接書かれたものとの比較ができるというのが、これを選んだ理由になっています。これの解析時間は、だいぶ改善したつもりなんですけど、それでも30秒弱かかるようになっています。で、なぜかっていうと、この、プロジェクトは、アクティブサポートとか、コンカレント Ruby とか、CGI、オプトパースとかに結構いろんな、ライブラリを、普通に呼んでいて、で、当然、これらのライブラリは今、RBS を持たないと。なので、型プロファイラーは、こういうものをリクワイアしたときに、RBS を使って、検証するのではなく、実際にアクティブサポートの Ruby コードとかをロードして、それも解析するっていうことをやっているので、結構時間がかかっているという感じです。将来的にはこれらのライブラリは、RBS を提供してくれるといいなというふうに思っていて、そうなれば、タイプルファイラーの解析時間ももっと短くなるんじゃないかなと、グッドチェックのコードだけを解析するようになれば、もっと早く終わるかなというふうに思っています。左側が型プロファイラーをグッドチェックに適用して得られた RBS のプロトタイプの抜粋です。右側が宗太郎さんが手書きした RBS の対応するクラスの部分を取り出して、ちょっと成形したものになっています。基本的には、同じアトリーダーのものが、例えばパターンズだったら何かの配列であるとか、グループも何かの配列であるとか、大体合ってるかなという感じがして、悪くないんじゃないかなという、自画自賛みたいなことをしているんですけれども、やっぱり手書きしたものに比べるといくつか違いというか、冗長なところはあって、例えば代表的なのは、パターンズの中身は、手書きだとタイプエリアスでもっとシンプルにまとまっているのがあったりします。他にも、今はネームスペースとして使われているモジュール名も全部、そのまま出しているんですけど、それがちょっと冗長であるとか、あとやっぱり推定ミスがあったりするんですね。グローブの中で、グローブの配列の要素が、無駄に、オプショナルになっているんですけども、これはちょっと推定がうまくいってないなというところになります。で、下の方の、もっと完全にストリングが配列として推定されてしまっているとか、結構大きな間違いがあったりするので、この辺はやっぱり、完璧に推定するのは難しいなというのが、見られます。これは別のクラスのシグネチャーの抜粋を比較したものになっています。アトルリーダー以外でも、インスタンスメソッドとか、クラスメソッドとかも、それなりに扱えていて、キーワードも大体一致しているというのがわかると思います。で、ただ、細かいところを言い出すとやっぱりうまくないところがあって、例えば、バリアブルズっていうキーワードが、ハッシュを受け取るというところは分かっているんですけれども、その中身がトレースできなかったのが、このように表示されています。他に、キーワードセンシティブっていうキーワード引数が、true を受け取るというふうに出てるんですけども、型プロファイルの間では true が渡される例しか見つからなかったけども、プログラマーの意図としてはブール、つまりフォルスも渡される可能性があるというのを、考えているというのが違いになってたりします。他に、例えば、スキャナーというキーワード引数はストリングスキャナークラスを受け取るというふうになっているんですけども、これは、C で書かれたライブラリが、型プロファイルでは扱えないので、結果としてアンタイプになっていると思われます。他に、プログラムは、返り値を使ってほしくないっていう時に、RBS では Void っていう特別な型を書けるようになっているんですけれども、
ゲットプロファイラはその返り値を、使われることを想定しているかしてないかはわからないので、実際に返される一番最後の式の評価結果が、出てきてしまっているというのがあったりします。こういう細かい違いがあるけれども、基本的にはうまく動いているのではないかなというふうに考えています。3つ目の例は、リアルワールドのライブラリに適用した例になります。これはすごい簡単に、紹介します。diffLCS というライブラリを使って実験しています。これは自分のダウンロード数で第4位の、結構メジャーな、ライブラリになっています。ライブラリの場合は、型プロファイルが解析する起点がないので、すごい簡単なんですけども、こういうテストのようなコードを、書いて、diffLCS クラスの、diff っていうメソッドを呼び出すっていうのを、エントリーポイントとして使っています。これを起点に型プロファイルを、始めて、解析する時間は1秒ぐらいで終わっています。これも解析結果になります。細かいところを紹介するのは割愛しますが、例えば、ハテナで終わるメソッドは、ブールを返すというのは、適切に推定されているかなと思います。これは別にハテナで終わるからブールであるっていうヒューリスティックを与えているわけではなく、これらのメソッドの中身を実際に、型プロファイルで抽象実行して、その結果が、true や false だったというのを表現しているものになっています。はい、デモは以上です。これから型プロファイラーっていうのを、ユーザーが実際にどういうふうに使ってもらえればというふうに思っているかを説明していきます。型プロファイラーを使って .rbs を作る想定プロセスを説明します。あるライブラリの .rb から RBS を作るには、先ほどの diffLCS のようにエントリーポイント、解析の起点となるコードを書き足す必要があります。これは典型的にはテストケースを使うので良いと思っています。ライブラリでないプログラムの場合は、グッドチェックのように、起点となるコード、呼び出すコードがあると思うので、それをエントリーポイントにすれば良いと思います。このエントリーポイントを使って型プロファイルを行うと、.rbs が出てきます。ただ、先ほどの例のように、残念ながらどうしてもいくつか間違った推定が混ざると思います。なので、中身をチェックして、間違っている部分に関しては、解析は難しいだろうということで、残念なんですけども、.rb を手書きしてもらうというふうになります。で、部分的に指定した .rbs と、起点となるエントリーポイントを合わせて、もう一回型プロファイルを行うことで、大体合っている .rbs が得られるはずです。はい。現時点では、この .rbs を部分指定するというのが実装中なのですが、ここは絶対に Ruby3 のリリースまでには間に合わせて、作るつもりです。型プロファイラーの使い方のイメージは今の通りなのですが、実際の使い方については、サイトの方に、書こうと思います。実はまだ全然書けていないので、Ruby 会議の、当日までには書きたいというふうに思っています。はい。最後に、最近やっていたことと、今後 Ruby3 のリリースまで、あとリリースした後の予定と結論を説明したいと思います。最近の更新としては、AO.RB のところで説明したコスメティクスももちろんあるのですが、それだけでなくて、内部的な改善を結構やっていました。例えば、RBS は型変数を使ってコンテナ型を表現することができるのですが、以前の型プロファイルは型変数を全部アンタイプトという型で扱うというふうにしていました。これをちゃんと取り込むようにしたので、今はアレイとかハッシュとかのメソッドも一通り扱えるようになっています。で、さらに、合わせてエネミラブルとかエナミレーターとかストラクトとかも、サポートを追加するようにしました。今回ですけど、グローバル変数も、グッドチェックの解析に必要だったので対応しています。他にも、フローセンシティブアナリシスの改善とか、あと、解析がすごい遅いというのを、いろいろ、改善したり妥協したりしながら、現実的な時間で動くように調整を行ってきました。あと、いっぱいいっぱいバグ修正をしています。今後の計画ですが、Ruby3 のリリースまでに、少なくともプレーンに書かれた、あんまりメタプログラミングとか活用しまくってないコードに対しては、そこそこの結果を出せるようにしたいと思っています。そのために絶対必要なのが、先ほどもちょっと言った部分的に RBS を指定して、指定できるようにするという機能を作らなきゃいけないと思っています。また、ドキュメントを書いたり、自分としてリリースするとか、さらに、いくつかのプロジェクトで実験したり、それを元に改善したりというのをできる限りやりたいと思っています。で、Ruby3 のリリースの
後になると思うのですが、シナトラのアプリケーションとか、Rails のアプリケーションとかも、徐々にサポートしていきたいというふうに思っています。で、Rails フレームワークに関しては、もう専用のハードコーディングな、対応とかが多分必要になるだろうというふうに思っています。例えば、アクティブサポートコンサーンとかは、実質的にもう Ruby の言語拡張に近いようなことをやっているので、対応せざるを得ないと思いますし、あと、アクティブレコードとかも非常にメタな機能になっているので、ある程度焼き込みのような対応が必要になるかなと思っています。なので、Rails で、開発している皆さんに、今すぐ、すげえ便利なものが提供できるかというと、ちょっと自信がないのですが、長い目で見ていただければというふうに思っています。はい。タイププロファイラーは、自分一人のアイデアだけで作ったものではなくて、いろんな人と議論したり、相談したりしながら作ってきました。名前読み上げませんが、皆さんに感謝しております。はい、まとめです。型プロファイラーは、適とした開発スピードでしたが、Ruby3 のリリースに向けて、着々と進んでいるつもりです。ね、型プロファイラーという名前は、別の名前を募集しているところなので、提案いただければ幸いです。この質問でも、Twitter のマメッターというアカウントで、自由に聞いていただければと思います。はい、以上です。ありがとうございました。